どうも、建築士の小田です。今回ご紹介する物件はこちらの30坪のコンクリートブロック造の平屋建て住宅になります。敷地がですね、旗竿地といって間口の狭い敷地になっておりまして、道路から見える外観はエントランス部分だけになっています。今回は依頼主からジャパンディでリゾート感のあるデザインにしてほしいという要望があったので、玄関は化粧ブロックのスクリーンを使ってリゾート感を出してみました。概要はこんな感じです。特徴的なのは構造ですね。コンクリートブロック造になります。日本だとすごい南の方とすごい北の方でしかやらない構造ですね。今回は南の地域のお家になります。居住者はご夫婦と子供さん2人の一般的な4人家族になっています。間取りはこんな感じです。じっくり見たい方は一時停止で見てください。旗竿敷地で庭を作るために玄関の面積を竿側に出して T 型になっているのが建物の特徴ですね。T の横棒に沿ってメインの動線が通っています。シンプルな動線計画も今回の見どころになっています。それでは建物を見ていきましょう。まずはアプローチですね。旗竿敷地だと玄関までしっかりアプローチの距離が取れるのがいいですよね。間口も結構あるので、アプローチの隣は駐車場になっています。通路の正面にはアイキャッチとしてささやかな植栽を設けています。玄関ポーチは化粧ブロックで囲まれていて、リゾート感を演出してみました。こちらが玄関ですね。正面の壁はコンクリートブロックを表しにして塗装している壁になっています。こういうちょっと手の込んだエントランスの壁だけで一味違うなってなりますよね。右手には土間収納を設けています。玄関を抜けるとすぐに LDK になっています。人が集まる家にしたいっていうような要望を依頼主からいただいてたので、玄関と LDK は直結にしました。南西にある明るい庭に向かってリビングが広がっていくような構成になっています。今回ですね、ジャパンディーな家にしてほしいっていうような要望があったので、ヨーロッパ風の縦スリット窓と和風のルーバーや畳、あとブラインドなんかを組み合わせてインテリアを構成しています。廊下側の壁はすべてコンクリートブロックの塗装仕上げにしています。キッチンはペニンシュラ型の対面キッチンになっています。ちょうどですね、畳の裏側はパントリーになっていて、キッチンと行き来できるようになっています。冷蔵庫もパントリーの中にあります。廊下の先を進むと水回りがあります。洗面室も庭に隣接しているので非常に明るくて気持ちがいいですね。隣の扉はトイレになっています。洗面室を抜けるとランドリールーム兼脱衣室があって、こちらも庭に面しているので結構明るいですね。洗濯物がよく乾きそうです。以上、建物の内観でした。改めてこちらが今回のお家の間取りになります。プラン上特徴的なのは T 字型の建物形状ですね。庭を確保するために玄関の面積を旗竿地の竿の方に出っ張らせて T 字型になっています。T 字型の縦棒部分に LDK を配置して、それ以外を横部分に配置しています。動画では説明しませんでしたが、子供部屋は LDK に隣接していて、夫婦の寝室は洗面室とウォークインクローゼットを介して入るような少し奥まった位置に配置しております。建物はですね、結構複雑に見えるんですけども、構成としては非常にシンプルにまとまったプランになっています。以上、T 字型の平屋のルームツアー動画でした。別動画で今回の建物についてマニアックな解説もしているので、気になる方はぜひ見てください。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。